け。合宿の準備がこんなに大変だったとは。先輩がどれだけ偉大だったか今になって身にしみる。忍耐。面倒だからって2文字はやめてあげて。部費徴収。四字熟語もやめてくれ。お盆休みを終えると3日間の夏合宿が始まる。関西大会に向けて練習は次第に熱を帯びるだけでなく、今年はオーディションは1日目の夜に行うんですよね。そうです。発表は2日目の朝の予定です。はい。発射します。こうして目まぐるしい3日間が始まった。あ、そこ。段差気をつけて。这一幕似曾相識。ここは3日間貸し切っていますので、椅子は出しておいて大丈夫です。いつもの合奏体系に並べてください。はい。久美子ちゃん、ご飯食べるメンバーとか決まってるの？厳密には他要跟别的部的去吃。よかった。あんまり話したことない人だと緊張するから。ああ、でも合宿自体は好きなんだ。非日常って感じがして。まあ目が回る忙しさだけどね。手伝えることがあったら何でも言ってね。可愛。私、久美子ちゃんのためなら何でもするから。哦。ああ、うん。ありがとう。じゃあまた後でね。うん。それはきっと本心から出た言葉だ。素直に喜べばいい。自分にそう言い聞かせながら。又是这个熟悉的蜘蛛网。では、今回指導してくださる先生方を改めて紹介します。橋本正弘です。パーカッションをメインにアドバイスしてるから気軽に声かけてね。新山さとみです。木管の指導を担当します。今年こそは結果が出せるように一緒に頑張りましょう。ではこれより各パートに分かれての練習になります。以前伝えた通り、関西大会のオーディションは今晩行います。皆さん気を引き締めて頑張ってください。不会这次选拔要出事儿了吧？今晩って聞くと胸がグッてなりますね。なんか受験思い出します。やめて。結果も明日すぐ出るしね。ああ、ドキドキ。夜寝れないかもです。あ、チューバみんなで出れたらいいんですよ。いやいや、5人もいるんだよ。でもチューバが5人くらいの編成も見たことありますよ。そうなの？私もあります。最近だと確か。流星がやってましたね。ね、好きながくん。他一定要这样。じいちゃん低音しっかりしてるの好きだし。失策了。いえ別に。高坂先輩ですね。ソリのところだね。已经在跟他合奏了。久美子先輩と高坂先輩のソリなら全国行けますよ。2人でどうにかなるもんじゃないでしょう。好可愛啊。それじゃあ最初から合わせてみようか。うん。低音楽器のリズム、特に3小節目のシンコペーション、気をつけてください。はい。マリンバ、そこ見せ場だよ。恥ずかしがらず私を見てでいいんだよ。はい。面倒くさがらない。丁寧に何度でも繰り返して身につける。はい。では頭から全員でお願いします。はい。もう一度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 。もうやめて。わーい。緑カレー大好き。久美子先輩、
しても？もちろん。まゆちゃんももうすぐ来るから。さすがクロエ先輩、抜け目がない。またそういう。そうですか？久美子先輩もうすうす感じているところがあるとお見受けしますけど。何それ。うかつに心を許すとまゆちゃんはそんな子じゃないよ。お待たせ。ごめんね、水どこにあるかわからなくて。かなでちゃん、今取ってくるね。いえいえ、そんなクロエ先輩に水汲みなんかさせたら。気にしないでね、誰にでもあんな感じだから。私は好きだよ、かなでちゃん。裏表がなくて。あれを裏表っていうのかは微妙だけど、時間ないし先食べてようか。うん。いただきます。いただきます。もうすぐオーディションだね。うん。久美子ちゃん。久美子ちゃん、ソリ吹きたい。太敏感，要开始多想了。だよね。まゆちゃん。久美子、食事の後時間ある？あるけど。練習付き合ってくれない？ソリのところ確認しておきたいの。就是感觉已经默认了是他们俩要多重奏了。どう？大丈夫。前より良くなってると思う。私じゃなくて久美子。練習の時滝先生から注意されることが。库米口太忙了，可能因为そうかな。クロエさんは全然ないけど。うまいもんね。直言不讳。うまいというか勘がいい。滝先生の求める音をすぐに理解して、それに合わせて吹くことができる。さすがセイラ女子か。言っとくけど、私は全国も久美子と吹くつもりでいるから。很坦率。ありがとう。就算知道 Mayu 在这方面可能吹的比 Kumiko 好，但他还是这么说了。もう一度練習しておこうかな。久美子ちゃん。これから？久美子ちゃん、やっぱり辞退しようか、オーディション。虽然料到了，但是どうして？この前は服って言ってたよね。あれは久美子ちゃんがそうしてほしいって。今だってそうだよ。でも久美子ちゃんはソリ吹きたいって思ってるでしょ。高坂さんもかなでちゃんたちもみんなそれがいいって思ってる。だからってまゆちゃんが辞退したら北宇治のためにならない。そうかな。私は別にソリじゃなくてもみんなで吹ければいいって思ってるんだよ。それでみんなも久美子ちゃんに吹いてほしいって。違うよ。前にも話したでしょ。うまい子に吹いてほしいんだよ。一番うまい子が吹く。それが北宇治だよ。それは建前でしょ。だって突然やってきた転校生が今まで部のために頑張ってきた部長のソリを奪ったら、それって辞退しなかったらまゆちゃんが这是戳中 Kumiko 的痛点了。そういうわけじゃないけど。镜子里。ごめん。
私が入学した時は北宇治にもそういう空気はあった。下級生は上級生に遠慮した方がいいとか、頑張った人に譲るべきだとか。でも変わったの。揉めなかったの？揉めたよ。それでも頑張ってみんなで変えてきたから今の北宇治があると思う。それは全員わかってる。本当に？うん。それが北宇治だよ。わかった。お風呂入る時間短くなっちゃったね。ごめんね。また後で。うん。久美子。两个小可愛。大変。何？緑が元ムくんに呼び出されたんだって。大事な話があるって。不是吧？それってそういうことだよね。で、どうするの？とにかく行ってみます。まあ、そっか。ごめん、そろそろ準備しないと。そっか。ごめん。頑張ってください。久美子先輩、心配しましたよ。トップバッターなのに。ごめん。ごめんね。先輩もギリギリですよ。お風呂に時間かかっちゃって。我也好担心啊。まゆちゃん、お互い頑張ろうね。こうして予定通りオーディションは進み、ユーフォニアム3年大前久美子です。ユーフォニアム3年黒江真由です。真由ちゃんは辞退することなく吹き切った。生き返る。何？塚本の差し入れ？珍しい。いや、滝先生から。それを先に言いな可愛さいよ。これで明日発表なんだよね。落ち着かないよね、みんな。そういや滝先生、編成変えるつもりなのかな？可能性はあると思う。だとしたら UFO かサックスかな。人数減らす可能性があるのは。高坂はどう思う？それは滝先生が決めることでしょう。私たちは滝先生の目指す演奏ができるように頑張る。それが全国金への一番の近道。だといいけど。どういう意味？いや、不大会の選考に疑問持ってる生徒がいたのは確かだからさ。そんな不満いちいち聞いてたら演奏が成り立たない。それは分かってるって。でも全く同じ実力だったら3年生優先してよって思っちゃうけどな。最後だからってひいきしろって？いや、同じ実力だったらって言ってるだろ。で、部長はどう思う？私はレイナの言うことは正しい。理想だけど、それは大前先輩も納得してないってことですか？いや、レイナの言う通りだと思う。两个箭头，两个方向。塚本に言われたくないんだけど。同感。まだ飲んでないよ。珍藏了呀！あとで大事に飲もうと。うるさいったもう褒めてるのに。誰かいる？哦，小绿。消灯後は禁止だよ。バレなきゃいいのですよ。悪い子。誰か来たよ。早く。ちょっと。他不要去看他们吧？
ちゃん、レイナちゃん。どうしたの？ちょっと眠れなくて。何かあったの？久美子ちゃんは知っていたんですよね、まとむくんのこと。月永くん？ちょっとね。緑、いろいろ考えちゃって改めて思いました。人にはいろんな给他的饮料吗？まとむくんになんて言われたの？教えない。そっか。でも明日からはちゃんといつも通りの緑になろうと思って。それでいいと思うよ。久美子、私先戻ってるね。3人で一緒に戻ろう。いいでしょ？戻る。川島さん、哦，あげる。他珍藏的。レイナちゃん、いつこって。最近思うようになった。知らない方がいいこともあるんだって。哦，在一个空旷的草地上的那一幕。そういえば私、最後なんだ、合宿。熟悉的感觉。最原来的场景。再加上这种虫鸣的感觉，这就是夏天。二人っていつの間にそんなに仲良くなったの？仲良くっていうか、合宿集训就是这样，很容易感情升温。月先輩には負けれませんから。昨日は幹部会遅くまで寝られました？今朝も早かったみたいですし。なんとか。かなでちゃんは久美子ちゃんのことが心配なんだね。まあ心配と言いますか、久美子先輩は放っておくとすぐ貧乏くじを引きたがるので。いやいや、何それ。そうですか？私はてっきり慈善活動がお好きなのかと。もうこんな時間か。ごめん、先行くね。お気をつけて。大変だな。発表8時からだもんね。みんな一緒に吹けるといいね、コンクールで。本心で言ってます？もちろん。どうして？いえ、愚問でした、クロエ先輩には。ではこれよりオーディションの結果発表を行います。大会ごとにメンバーを変えるのは北氏にとって初の試みです。苦労することもあるかもしれませんが、これが最良だったと思えるようにしたいと考えています。では発表します。トランペットから3年高坂玲奈さん。はい。2年小日向ゆめさん。はい。3年考えてみれば、はい。滝先生がメンバーの名前を自らの口で発表するのは初めてかもしれない。オーボエ。そんなことを思う間にもメンバーは次々と呼ばれていった。続いてユーフォニアム。
3年大前久美子さん、はい。3年黒江真由さん、はい。以上2名です。被砍人了続い。て中盤、3年加藤葉月さん、はい。2年鈴木美玲さん、はい。2年鈴木さつきさん、はい。 1年鎌谷すずめさん、はい。以上4名です。では続いてソロメンバーを発表します。自由曲クラリネット我这个音乐久千恵里さん、はい。コントラバス3年川島サファイアさん、はい。マリンバ3年鎌谷燕さん、はい。トランペット3年高坂玲奈さん、はい。ユーフォニアム3年黒江真由さ真的没选到。はい。虽然感觉会是这个走向了，但是そして次の曲が始まるのです。这么说的好，最后还是到了这个网上了。就最后这一幕，这紧张的氛围简直渲染的太好了。真由就是被选中的时候，丽奈感觉也并不是那么的惊讶，然后大家这个议论纷纷的感觉已经在窒息了，感觉就是酝酿了很多集的这个矛盾，终于还是爆发了。包括就是前面其实很多时候Kumiko就是下意识对于真由就有设防，我觉得就是他多少可能有考虑到真由他可能会把自己这个位置抢走，有这个意识。就算前面他们的关系仿佛就要进一步缓和了，但是最后他们还是把双方这样子就是关在门外。感觉他一直就是也是在用一些场面话去逃避去面对这个事情，在需要真正面对这种很真诚的感情的时候，好像就是用这些场面话来打哈哈过去了，并没有直面问题的本身。而 Taki Sensei 也真的有做到了让真的能力更好的人，虽然他们这个水平差不多吧，但是真的是完全没有顾及这个3年级生或者说是老生，就是完全是按照这个当下的这个能力和这个乐队的契合度来选择的最终的成员。丽奈总感觉多少也料到了真由会抢走这个多重奏的位置，可能也会觉得 Taki Sensei 做出了正确的选择吧，为了全国金。小奏其实也非常可惜了，如果只选2个的话，那确实可能就是小奏会被淘汰。虽然他这集偷偷的把那个饮料递给球去安慰他，他真的有很强的洞察力，真的是个很可爱的孩子。不管是这一集浴室那一段，或者说是前面一些细节，多少都能看出来 Kumiko 他真的对于真由是完全像他说的那样完全不放水的去演奏去选拔吗？他其实内心是有纠结的，他自己就是想吹这个独奏，但是碍于他这个部长的身份，包括这也是他说了很久的乐团的理念，这些因素他不可能真正的就是直接跟真由说你不要去努力，或者说你放弃你让让。 Kumiko 也不是这样性格的人，我也很心疼真由了。真由最后顺了 Kumiko 的意思，就是不留余力的去演奏了，但是这样的他真的能得到大家的支持吗？大家真的会因为选上了强者然后去恭喜真由吗？这场面话在这一刻都会分崩离析了，让我想到小奏之前的那件事儿，这个位置是抢来的，赢得了比赛可能还好一些，这个抢来的位置最后还输掉了比赛，那这该怎么办？真由又会面对些什么呢？我觉得就是剧情已经发展到这个地步，很多角色都有这个内心憋着的那么一部分，到底怎么样才能成功的去沟通，去敞开心扉，感觉还是有一定的难度的。很喜欢 Kumiko 这一集再次站到了明日香学姐当时站在那片草地上去吹奏那首曲子，一方面感觉他有在去珍惜这个最后一次集训的这个时光，另一方面我觉得他多少可能也体会到了明日香学姐那种感觉。可这一幕他们相互有一些重叠了的部分，丽奈就把自己珍藏的这个果汁毫不犹豫的就是给小绿，想去安抚小绿的这种行为，真的就是让我特别感动。金吹真的是每一集它都包含了很多的情感，虽然有很多的压力，在这种紧张的氛围能看出，不管是丽奈还是小奏，就是他们这些部员之间这种情谊。同一个乐队里面有的不仅是这种竞争的关系，更多的也有相互扶持和鼓励的时刻，有点让我想起
之前夏季学姐在小奏的事情上，她当时的那种坦率的态度，我觉得 Kumiko 很难做到。Kumiko 还没法对真由直接说尽你的全力去发挥你最好的实力，之后我们会保护你不受伤害之类的，调这个独奏位置，这一点也格外的真实吧，注定了 Kumiko 在这一集会受挫。球和小绿这一段的处理我也很喜欢，大概率可能还是球可能对小绿告白了之类的，小绿可能还是选择了让彼此停留在这个阶段。我能看出彼此是都有一些淡淡的忧伤的，他们二人可能都对可能在一起这件事情是有所期待的，就像小绿说的，把这些事情就是藏在心里之类的，很多事情就让他保持这种不为人知的状态也很好，我觉得也很青春。就是 Kumiko 的这个受挫应该是非常重要的一刻了，毕竟如果他第3年都结束了，但他还保持着这个随波逐流的状态，那他跟最开始苦亚西的时候又有什么区别呢？虽然 Kumiko 帮很多人都开过窗，但是我觉得这个时刻是他自己要敞开心扉的这个契机了。其实真由，我觉得如果 Kumiko 真的对真由说你稍微放水吧，或者说让我来拿到这个独奏吧，说不定真由是真的可以做到放水的。如果 Kumiko 最后表态了，结果说不定会真的有变化。但是到了浴室那一段，也就是马上都要就是选拔了， Kumiko 还是没有那样表态，所以真由也爆发了，就是直接问他这是场面话。正是因为在这个最后关头 Kumiko 还是就是在纠结这些人情世故，而没有向真由就是坦率说出自己的想法，真由那就当然只能从了 Kumiko 的意了。真由真的也跟 Kumiko 很像了，就看到他也看到了曾经 Kumiko 或者说直到现在都还是在随波逐流的那个形象。我也很期待真由能够就是自己大放光彩，就活出自己的感觉，但马上他要面临的可能是更多的非议。那这期视频到此结束啊，我们下期再见，拜拜。